さて、それでは今回は、今で5日目ぐらいかな。まだまだこう作りながら話してとかはできないんですけど、今回もかな、眺めていくというようなところです。ちょっと進みは遅くなってきたけど、だいぶ、こう、いろんなことを覚えれた座学のここ1日2日っていう感じかな。まあ、このポイント、加工っていう言い方もおかしいけど、ものに対して、そこに中心持っていったり、それだけを表示して加工したりとか、こういうことも、覚えれたので、どっちかというとこういう操作を覚えたここ数日っていう感じかな。こういう操作あったらいいな、できないですかって聞いたら、チャット GPT が大体教えてくれるんで、タルコフとかの質問すると時々、反対のこと言うから、なんでこれだけ正確に答えれるのって聞いたら、ブレンダーは正しい答えがあるのでって、タルコフはなんかアップデートが多すぎて追い切れてないですみたいなことを言ってた。チャット GPT が。ブレンダーも結構歴史あるけど、こんなにその極端なアップデートがないのかもしれないですね。昔の僕バージョン使ってるけど、全然今の説明で通じるんで、特に最近で覚えたことで言うと、一つは、これバラバラになるんですね。保存してもう一回戻すと、位置関係が、こう、それぞれのあなたはこの位置ですよっていうのが覚え込ませれてない時があって、なんかあんまりいいことではないらしいけど、それはコントロール A の全トランスフォームで、君の位置ここだよっていう指示ができると、あんまり連打しない方がいいですよみたいな説明やったけど、で、それでも変形したりとか、全然違うところに飛んでいったりするパーツとかがあって、それはもう大体アニメーションっていうのが悪さしてて、この一つ一つのパーツに、動きつけれるのかな、もう言葉だけで聞くと、アニメーションっていうのができるらしくて、右側もこれも、レイヤーがいっぱいになっていくの嫌い。これ多分ちゃんとこう、整理してプロの人はね、昔なんかで見してもらった時はここ全部タイトルもつけてね、やったりしはるから、この辺が素人の作り方やなと思うんですけど、ここに悪さしてるやつは出るわ。僕はもうどうしてもこのパーツだけ、これだけが全然違う方向飛んでいってたんですけど、これは、ここにアニメーションってなんかついてた。でそれを外せば、ちゃんと位置を戻ると。で、N やったね。N を押すと、トランスフォームの位置が全部表示されるんやけど、ここがなんか変な色になってたりする。アニメーションが効いてるからかな。なので、なんかそんなんを調節しながら、確実に同じ位置で覚え込ませるというところを一つやったのと、もう今ちょっと気になってるのは保存ね。保存ボタンを押したらめちゃくちゃ重たいんで、その辺もなんかファイルで、クリーンアップで、いらない、使ってない未使用データを消去するとか、なんか UI を読み込まないとか、なんかいろんな設定ちょこちょこ教えてもらって、プリファレンスかな。だからやったんですけど、あと保存データを軽くするっていうのも、プリファレンスからできたんですけど、変わらんね、重たいね。毎回これにはタルコフの話ついてくるんですけど、タルコフであれだけのオブジェクト読み込んで、なんともないんで、これが重たくなったり、落ちるギリギリまで行くかなっていう状況はちょっと謎。どっちかっていうと、グラボが悪さしてんのかなっていう気がしてる。タルコフもそうやけどね、グラボのアップデートが、ここは常に最新に保つから、なんかデータ的に良くなかったなっていう、ところ。で、バネ作れるようになりました。これ今朝思いついてバネ作れるって聞いたら作り方教えてくれたんで、バネ作りました。友達に聞いたみたいな感じですけど、チャット GPT がね。チャット GPT 常に喋るように設定したんやけどね、ちょっと忘れた。前で来てたけど、バネ作って、で、バネって爆発します。これは今回覚えたんやけど、もうこれ完全に1個の塊にしてしまったからバネだけ選べないけど、バネって、この右端の、モディファイヤーっていう、レイヤー、効果かな。フォトショップで効果をつけれて、効果で、ブリングじゃないわ、何やったかな。
なんかの効果入れるとバネになるんですけど、その効果を確定にしないと一致情報バグるらしくて、最後に保存っていうボタンを押したと同時にこのバネがもう吹き飛ぶ、画面上いっぱいになって、まあその位置の確定っていうのね、このモディファイヤーの設定、適用っていう適用がもう確定らしいんやけど、ちょっと日本語がおかしいみたいだけど、適用を押すと確定して、このモディファイヤー自体が消える、その場所から表示が消えて、もう完全に読み込まれた状態になるんで、ちょっと今回話したかったのが、これまあ第1作目なんですけど、作っててやっぱり不安なのは当然見落としですよ。全然わからんと感覚で作ってるから。で、この壁、めっちゃ薄いんですよ、これほら。すっごい薄いの。ただ貼ってるとハリボテ、本当に文字通りハリボテになってて、肉がない状態。だから、これって大丈夫って聞いたら、まあ出力するときに 3D プリンターで出力するときに本当にこう薄い何ミリかの板になるんかなと思って聞いたら、もう出力できないってなるか、するならちゃんと埋めてやってくれるらしい。まあ最低ラインの 0. 何歩とかでやるって言ったかな。3パターンぐらいチャット GPT が言ってたけど、これまあ改善する方法がいくつかあって、輪郭をつけるのと一緒、Photoshop とかの文字に。これはこれで、確かモディファイヤーで、ソリッド化かな。ソリッド化っていうのが厚みつけてくれるから、これで内側だけっていうのを押すと、一応厚みつけれるんですよ。1ミリなりなんなりっていう設定ができる 0.5 とかもできるし、ただ今も僕でこれ厚みつけるとやっぱり矛盾が出てきて、最初から厚みつけてないから変なとこに、こう、なんか、なんていうの、飛び出してきたりとかするんですけど、これすごい位置悪いね。これも、こいつを中心にすれば、回転させた時に、いろんな角度から確認できると、こんなもわからんかったから、聞いてみるもんやなと思ってて。すごいのが、もう昔ちょっとツイッターにも書いたけど、ネジの図面を描いた子が、ネジ山の概念がわからなかったみたいで、こうネジって書いてあって、この薄い肉にね。いや、ネジやったら内側も外側も当然ネジの頭と内径といるんですよって言っても伝わらんくて、まあ全然楽しそうに仕事辞めはったけど、これもそれに近いんですよね。完全に薄い何もない状態になってるから、これ出力できひんやろうと思ったけど、これ最後に全部選んで、メッシュ化でよかったっけな。違うかな。メッシュじゃなかったかな。なんかね、選択できるのがあって、メッシュ化かなにすると、中が詰まった塊になるんですって。すごいね、今の時代。やつも、面かけたかもしれない。まあ、おもろい人で入ってきた時から、毎回めっちゃ楽しそうに毎日生きてて、この仕事は辞めますって入ってきた時から言ってたけど、すごいやつやったけどね。でもまあ、図面って、やっぱりこう立体でもイメージできなあかんしと思ってたけど、自分はこういう授業とかも受けなかったんで、手書き、ドラフターの手書きしかなかったから、学校が古かったからね。これ面白いですね、すごい。これも、多分、このうねうねって、我流でやったら、普通にこの円柱を曲げていって、こういう形にすると思うんですけど、もしかしてもっと楽な方法あるんかなと思って、ブレンダーさんじゃない、チャット GPT さんに聞くと、ちゃんとこれパスで拾って、できますねん、これ。すごい。これどうして出るかな？編集モード。編集モード重たい。全部、自分で設定できるから、すごい細かい波打ったものを作れるし、うわ、全然これ全部選択して編集をしたら、重た。これは面白いね。まあ、壁に落ちたゲームじゃないわ。アプリ落ちた。戻ってきました。だいぶ調べた。なんで今落ちたのかっていうところ。
チャット GPT が言うには、落ちるらしい。あまり複雑になってきたものを全選択でこれを書こうっていう風にはしないでくださいと。で、個別で編集モードっていうのを押せば、これ無理かな。これは編集モードがないかもしれないね。あるか、ないことはないか。いや、重たいぞ。こういう画像処理を全部に一度にしようとしたもんやから、それは無理だよっていう風になったよね。で、グラボも使ってるし、なんで落ちるのって聞いたら、グラボの問題じゃないですと。ここでの処理っていうのは、CPU がしてることなんで、グラボは干渉できてないんですって。参加できてないらしい。だから、どんなに高性能にしたり、グラボの使用割合みたいなのを上げたところで、特にこの処理に関しては、関係ないと。ただ、サブディビジョンサーフェスってこれ全部丸みつけてるんですけど、この丸みをつけたりするときの角付き、読み込みの角付きとかはグラボが補助してくれるけど、基本的にはあくまでも GPU の問題だと。で逆に、CPU 自体にもっと頑張れみたいなハイパフォーマンスとかの設定をすれば変わってくるらしい。いろいろ勉強になるね。落ちない人もいるのかもしれないけど、大概僕のパソコン、自分で組んだだけに自信あるもんね。その超高級ではないけど、高性能ではあるから、なるほど、と思いながら、さっき何の話してたのか何も覚えてないんですけど、今勉強になった。で、この、左上のファイルのところに、アベンドっていうのがあって、ちょっといまいち僕も意味分かれへんけど、普通に開くよりもアベンドを押してから、ファイルを開くと、このファイル内の重たいものを、というのかな、除去した状態でスタートできるらしいですね。それでも重たいけどね、もう大概厳しくなってきてるかなと思うんですが、かっこよくない？この切り替わるやつ。これすごい好き。だいぶ進んできたかな。いろいろ、どちらかというと、その手元操作をいろいろ覚えたんで、こいつ拡大したいとか、なんかちょっとずつ傾けたいとか、こんなんとか。これができるとね、物を傾けれたりするとより作業ってしやすくなるから、びっくりした。これも重たいんかと思った。こっちの方が軽いのかなってちょっと思ってるんやけどね、違うんかな。軽いよっていう説明をなんかで受けたけどね、全表示のモードの方が重たいんちゃうか。これ、作れるわと思ってやってきてたけど、さすがにこのバネとか追加してくると、作るの嫌やね。ちょっと自分で作るの嫌かなって思い始めてる。3D プリンター買おうかなって。この辺もこの自然な流れでコードつなげれるのも、自分の手で作ったらこの辺もっと複雑に作るけど、やっぱさすがにちょっとブレンダーでパッと浮かばないっていうか、面倒ですね。角度を合わせたりとか、これに対して垂直にパーツをくっつけるとか、そういうのもあるんやと思うけど、一旦、それはまだ覚えてないかな。これなんか合ってるか。ちょっとまたこれ、一応、今は塗装はもう AI にやってってしてるけど、できたらこの表面の質感とかもね、この全部、ツルツルの状態じゃなくて、いろんな質感に変えたりとか、色付けしたり、テクスチャーっていうやつよね。あんまり、フォトショップでも僕テクスチャーは得意じゃないんですよ。読み込みはいろいろ変えたりしてるけど、その個別にやってどうのっていうのはあんまりやれてないんで、この機会にやれたらなと思ってます。雑談になることが多いかな。あんま複雑になってくると、これ僕、表紙にアシュラっていう作品があるんですけど、あれぐらいでかくしてもいいしね。全然。ちょっと PC の限界来るかな。夏場の方が逆にエアコンつけてたら、低い温度で保てるから面白いかもしれないけど、面白いというかこういうのやるにはちょうど向いてる季節かもしれないですけど。ちょっといろいろ考えながらどんな形にしていくのか、進めていきたいなと思っております。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。